です。今回はウェクスレイのテイラープロパックについてレビューしていきたいと思います。このバックパックがリリースされてからしばらく気がつかなかったんですが、知った時にすぐにブランドオーナーに連絡して送ってくださいってお願いしたらすぐに送ってくれて、そこからかなりの時間このバックパックを使用していました。特にこのアクティブパックのコーデュラバリスティックモデルはラップトップを持ち運ぶためのバックパックの中では傑作の一つだと思っています。今回このテイラープロパックを使ってみて、今まで好きだったアクティブパックに代わる存在になり得るなと思いました。それでは実際に使ってみて良かった点悪かった点あるので話していきたいと思います。行ってみましょう。それではまずテイラープロパックについて簡単におさらいしていきます。このバックパックは機能性とミニマルさの調和が取れた普段使いに特化したバックパックです。容量は22リットルでデイパックの中では大容量な方なのですが、四角すぎないシルエットのおかげでコンパクトに見えます。表面のほとんどがコーデュラバリスティックナイロンなのに対して重量は 1200g なので、素材の割にはそこそこ軽量な部類です。各部には YKK ジッパーが使用されており、 PC コンパートメントにはウェザープルーフのコーティングジッパーが採用されているので、小雨程度であれば十分耐えられる設計になっています。それでは早速良かった点から話していきます。まず1つ目の良かった点はクラムシェルオープンです。このバックパックの最大の特徴ともいえるクラムシェルオープンはウェクスレイのデイリー系のバックパックの中では初めての採用となってます。よく知られているアクティブパックやステムバックパックなんかは、かなり大きく口は開くんですが、メインコンパートメントはだいたいこのように中央から少し下まで開くような設計になっています。それに対してこのテイラープロパックはほとんど底の方までジッパーが開くので、旅行時のスーツケースのような形でパッキングすることができます。実際にこのスペースの容量は大きくて、この無印のパッキングキューブが2つすっぽり入ってしまうぐらいのサイズです。デイパックにおいてクラムシェルオープンはあまり必要じゃないように感じる人ももしかしたらいるかもしれませんが、デイパックがこのように大きく開くことのメリットの一つとして、メインスペースに横からアクセスすることができるっていうポイントがあります。これはこのような細かいサイドポケットがあればいらないような気もしますが、大きなスペースに横からアクセスできるっていうのはバックパック自体の柔軟性やポテンシャルを大きく広げることを意味します。僕は普段カメラなどは使いませんが、カメラ機材などをしまいたいときは大きなスペースにパッキングキューブやカメラキューブなんかを装着することが必要になってくると思います。そんな時でもこのような仕様であれば、ここにカメラキューブをセットして大きめの機材をここにしまってすぐに取り出すといった運用をすることができます。これがデイパックでクラムシェルオープンを採用しているメリットの一つです。あとは単純に物を入れる際に見通しが良くなるので、バックパックの中を整理整頓しやすくなるというメリットもあります。次のポイントは耐久性です。これはコーデュラバリスティックナイロンで全体が覆われたバックパックなので、多少のスレで摩耗することはほとんどありません。最近はかなりこのコーデュラバリスティックナイロンを採用したデイパックや、薄型の PC バックパックなんかが増えてきた印象ですが、このコーデュラバリスティックナイロンを採用するとバックパック自体は少し重くなるという欠点もあります。このコーデュラバリスティックナイロンというのは万能な素材というよりは重さは少し増すんですが、耐久性や手触りが非常に良くなるというメリットを持っています。特に僕がこのコーデュラバリスティックナイロンの好きなポイントは汚れがつきにくいというポイントです。僕はかなり黒色のバックパックが好きなんですが、黒いバックパックは使っていると白い傷や擦れた跡なんかがどんどんついてきて、あまり清潔感を保てなくなるという傾向があります。しかしこのコーデュラバリスティックナイロンのバックパックはそういったことがほとんどなく、常に綺麗な状態をキープすることができます。あとは結構目が粗くて遠目から見るとマットな色合いになるので、これもあまり使っていてノイズに感じないいいポイントかなと思います。
デイパックは毎日の通勤や通学で使うことを想定すると耐久性が最も重要だと考えることもできます。ただコーデュラバリスティックナイロンの素材を採用してしまうとバックパック自体のコストがかなり上がってしまうので、少しだけ手が出しづらくなる価格帯になってしまうことが多いんですが、個人的には毎日ガシガシ使うバックパックで長く使いたいっていう場合はコーデュラバリスティックナイロンの縫製がしっかりしているバックパックを使うのがいいと思っています。次のポイントは内装の明るさです。このバックパックは中がかなり白に近いグレーの内布で構成されています。バックパックの中というのは光が入りづらいので、こういう光を反射しやすい色にしておくことで中のものを視認しやすくなります。このバックパックはほぼ全てのコンパートメントの内装が白寄りのグレーで構成されているので、この中に入れたものを日中はもちろん夕方や夜間であってもバックパックの中のものを見失ってしまうということはありません。一箇所だけこのトップのコンパートメントだけは黒色の内装で少しフリースのような素材になっていて、ここはちょっと暗いんですが、このスペースに関しては深さがそれほどなく、入れるものもスマートフォンだったりイヤホンだったり限られてくると思うので、この中の色が黒いことはそんなに問題じゃないかなと思います。ちなみにこんだけ明るい内装なんですが、エアタグのポケットはちゃんと分かりづらく隠れた場所に位置しています。なかなか気が利いていますね。次の良かった点がこのフロントポケットの深さについてです。このフロントポケットは上の部分がガバッと開くんですが、エアなんかのバックパックでよくある上部の上までのポケットと違って、この下までがフロントポケットのスペースになっています。なのでこういう長いものをここに入れても余裕で入ります。あとはここがこんな感じで縫い付けられているので、このスペースのマチ自体が結構あります。夏場に着ている薄手のジャケットなんかはこの中にコンパクトに折りたたんで収納してしまえば結構すっぽり入ってしまうと思います。バックパックを持ち歩くときは結構長いものを収納することが多いので、こういう奥が深いスペースがメインコンパートメント以外にあるのは嬉しいポイントです。以上が良かった点です。ここからは少し気になるなと思った点を話していきます。まず1つ目の気になった点は背面についてです。従来のウェクセレンのバックパックはこんな感じでハニカムのデコボコ構造が背中から少し浮かせてくれていたので通気性が多少良かったんですが、このテイラープロパックはそのデコボコ構造が一切廃止されています。その代わりにバックパネル全体がラゲージパススルーになっているので、横向きでスーツケースに刺せるようになっています。見た目はすごくミニマルでかっこいいんですが、夏場は少し暑いです。どうしてもここは接地面が大きくなればなるほど夏場汗をかきやすくなってしまいますし、長時間背中にぴったり密着させて背負っているとどんどん温度が高くなっていくので、ここは少し気になるなと思いました。対策としてはこのハーネスを少し緩くして背中に空間を持たせるだったり、定期的に片方だけ下ろして背中から離してあげたりすることで暑さを防げますが、この背中を涼しく保つという要素は長距離の自転車移動や徒歩の移動をする人にとってはなくてはならないポイントだと思うので、ここは以前の構造のままの方が良かったんじゃないかなと思いました。もう一つは細かいんですが、このボトルポケットに水気やゴミを排出する穴が開いていないというところです。ボトルポケットの使い方は結構水気を伴う使い方が多いと思います。結露だったり濡れた折りたたみ傘をここに挿して乾かしておくなんていう使い方ができると思いますが、このポケットにはポケットの内側から外側に水気を排出する構造がありません。そこまで湿気の多い地域じゃなければこの中にカビが生えてしまうということはあまり起きづらいと思いますが、この縫い付け方であってもこの中に穴を開けたり、ここの展開する場所をメッシュにしてしまったりなどいろいろ方法あるので、ここはボトルポケットの水の排出問題についてもう少し考慮された構造だと良かったかなと思います。次の気になる点はウェクスレイの歴代シリーズ共通してるんですが、こ
このサイドポケットにマチがないというところです。このサイドポケットは片方はスキミングを防止する素材になっていて、使い方によってはかなり便利に使えると思いますが、場所的に PC コンパートメントより人間側にこのポケットが存在しているので、 PC をここに入れてしまうとこのポケットのマチがほとんどなくなってしまいます。なのでここに入れられるものは薄いカードや現金などに限られてしまい、本来入れておきたいスマートフォンやサングラス、イヤホンなんかをこのサイドアクセスに入れておくことはできません。このテイラープロパックに関してはメインコンパートメントが下まで開くので、ここをサイドアクセスとして使えば何の問題もありませんが、普段からよく取り出すワイヤレスイヤホンをポケットに入れておかずにバックパックにしまっておきたい人にとっては、もう少し小さくてマチのあるサイドアクセスがあると嬉しいなと思います。次の気になる点はこのフロントポケットのジッパーの長さです。メインコンパートメントが下まで開くというのはさっきから何回も言ってますが、このフロントポケットも下まで開くとさらに使いやすかったんじゃないかなと思いました。このフロントポケットをこう横にした時のサイドアクセスとして使えたらかなり使い勝手が良かったんじゃないかなと思います。X-Ray のステムのような多くのバックパックはこのフロントポケットに大きく開くサイドアクセスが存在しています。テイラーに関してはこのフロントポケットが大きなスペースになっているのにもかかわらず上からしか開くことができません。なのでこのスペースをサイドアクセスとして活用できずに、バックパックを下に置いた時のみこの大きなフロントポケットにアクセスできるといった感じになってしまいます。ただこの欠点は少し工夫することで解消することもできます。例えばハーネスの長さをマックスまで伸ばしてしまえば、この上部のとこですら手が届くので、このように物を出し入れして運用することもできます。最後の気になる点はハンドルの位置です。このハンドルはこのバックパックの中心の部分に位置しています。これは取り回しの観点でいうと非常にいい部分です。この真ん中にあることでバックパックの重量が手に対して均等にかかるので非常に取り回しやすいハンドルです。しかしこれはバックハンガーにバックパックを引っ掛けるという観点ではちょっと微妙だったりします。なぜかというと、バックハンガーにかけてしまうとこのハンガーをかけている面に対して表側に位置しているコンパートメントにしかアクセスできないからです。このようにハンガーをかけてしまうとこちら側は全てデスクになってしまうので PC コンパートメントを開くことができません。逆にこのように引っ掛ければこちら側が開くので PC コンパートメントにはアクセスできますが、逆にメインコンパートメントやフロントポケットにアクセスすることはできません。このバックパックは PC コンパートメントだけではアクセサリー類を収納しきれないので、必ずメインコンパートメントやフロントポケットにガジェットポーチなんかのケーブル類を入れておく必要があります。しかしこのクリップのようなバックハンガーで運用しようと思うと、どちらか片方のスペースにしかアクセスできないようになってしまうので、都度ハンガーを引っ掛け直したりして対策する必要があります。逆に言えばこのようなヒーロークリップのようなバックハンガーを使えばかけながらバッグをくるくる回すことができるので問題は解決します。ただこのヒーロークリップはサイズによっても変わりますが、クリッパに比べてかけられるデスクの幅が少し限られています。クリッパはかなり広く開くので分厚いデスクでも引っ掛けることができますが、ヒーロークリップの場合はこのあらかじめ設けられた幅以上のデスクには引っ掛けることができません。なので今回このハンドルの位置を少し気になる点として挙げさせてもらいました。ここはかなり人によって使い方が違うと思うので参考程度に聞いておいてもらえると嬉しいです。以上がこのバックパックの良かった点と少し気になる点でした。結論としては今まで X-Ray の中で最も優れているバックパックとしてこのアクティブパックをお勧めしていましたが、こちらのテイラープロパックにその座を入れ替えようと思います。やはり一番大きいところはクラムシルオープンですね。基本的なハンドル、ボトルポケット、サイドアクセスなんかの機能はほとんど一緒なんですが、このアクティブパックのデザインをほとんど継承した状態で
クラムシルオープンになったことによって普段使いを超えたちょっとした旅行なんかもこのバックパック1個で行けるようになってしまいます。実際に使う中でもどちらを選ぶかと言われたら僕はこっちを選ぶことの方が多いと思います。最も嬉しい点としてクラムシルオープンになったこと、少し残念な点として背面がフラットになってしまったというところがありますが、その2つの要素を足してもプラスが上回りました。エクセレンのバックパックは1つ欲しいけどどれを買っていいかわからないっていう人はこのテイラープロパックを一度手に取ってみてください。以上になります。こんな感じでこのチャンネルではバックパックのレビューだったり日々に役立つ情報を発信しています。もう一つのチャンネルのエミグラムでは言葉では表現できないバックパックの魅力を映像で隅々まで見ることができます。こちらも気になったらぜひチェックしてみてください。 TikTok、Instagram、X もやっています。ぜひフォローお願いします。最後にこの動画が面白いと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。